山岡圭一郎、1930年京都に生まれる。松下幸之助さんってどんな方だったんですか？もう優しい人やったね。これ松下の通知簿やね、これほら。これ成績どうです？優秀でしょ。あ、本当だ。大阪にて松下幸之助のもとに学び、焼けましたが、昭和20年の6月7日、宮古島爆撃で家全滅でしょ。1945年6月の大空襲から逃れ、京都に疎開。終戦後の経済成長とともに次々と事業を成功に導く。その経営手腕と人心をつかむ話術で人々との縁をつなぐ山岡圭一郎氏。なぜ冒険が好きなんで。そのひょうひょうとした足取りの先にあるものとは。馬年でしたね。馬年ですよ。そのネクタイも大馬さんですね。だからこれ馬年のね、ネクタイ作ってくれましたんで嬉しいと思うんですよ。ってことは2026年の今年、先生おいくつになられるんですかね？今年が7月8日で96歳です。96歳。京都を取り仕切る、組織のこれですね。トップでいらっしゃるじゃないですか。京都府生活衛生同業組合協議会傘下、15組合ですね。こういういろんな人が先生慕ってこられて、まとめていらっしゃるのすごい楽しそうですよ。楽しいですよ。ね、楽しいですよ。ほんで私の誕生会やってくれたりね、嬉しいですわ。大勢の人集まりますもんね。もしも今そこを拝見するだけでも名刺7種類ぐらいあるじゃないですか。でいろんな肩書きを持っていらっしゃいますけど、もしも今その肩書きがなくなった場合、ない場合、何が残るというふうにお考えですか？肩書きがなくなった場合の方がいいかも分かりませんね。一個人として山岡として付き合う人が、あったら嬉しいですね。肩書きで付き合う人がなくなるでしょ。だから本当のお友達が現れるからいいですよ。一緒にご飯食べましょうとかね、一緒に誕生会しましょうとか、一緒に旅行しましょうとかいう嬉しい。お友達はいいですわ。これは嬉しいです。もう大体私のこの叙勲パーティーする時に呼ぶのにホテルがなかったんですよ。1000人呼ぶのにね、1000人入れないから600人に限定したんですよ。国際会館とかはどうですか？殺風景ですよ。構わへんですよ。国際会館の責任者も友達やからええですよ。プリンスホテルの地下の2部屋を借り切ってしたんですよ。そういう友達が多いのは嬉しいですね。僕は松下に入ったでしょ。で松下で幸之助に習ったのは、成功は成功するまでやり遂げること。これで僕はもうその通り実行しました。成功するまでやる。失敗何回もしましたよ。失敗は成功のもとという言葉があるでしょ。あれほんまかと思うんだけど本当ですよね。失敗っていうのは何か原因があって失敗するわけやから、その原因を何で失敗したのかと。そんな人に理解されようと思ったこともないですわ。別の我が道を行ってね、理解する人だけと付き合ったらいいんでしょ。
理解せえへん人と別に付き合わんでも理解してください理解してくださいって言わんでもええですやん。周りに理解してもらおうとは思ってない別に、理解する人が来はるわけやから、理解しても来ないわけやから、別に理解してもらうわんでもええですやん。すいません、楽天的やから自分の性格わからない。自分の性格は人が言うことでしょ。自分の性格って分析してもしょうがないですやんか。例えばね、明日どうやって行きます。明日は明日のことでしょ。明後日は明日のことでしょ。その時の流れにしたことで泳いでいくだけの話で、何々したいと思ってないです。私は何々したいと思ってない。何々をしようと思ってない。僕は自分で何をしたいと思ってないよ。もう今はね、もう何にもほら別に肩書きで欲しくないと思ってるし、人がくれるもんやし、チームも人がくれるもんやし、それ乗っかっていくだけの話で、でだから毎日がね楽しければいいんですよ。そのことばっかり違いますか？例えば株でもあれをこうとったらよかったとか、あれをない人とよかったで、思うことはありますよ。しかしその方がすぐ忘れますわ。ええ話ばっかり自分がよりやって悪い話を忘れるようにしてますから。先生がお元気なのってこういいとこ取りっていうかいいとこでも嫌なことはもうどんどん捨てていく。嫌なこと忘れる。嫌なこと思い出してもしょうがないでしょ。先生、その切り替えの速さっていうのは、もしかしたらお元気の秘訣かもしれないですね。そうそう、物忘れが早いんでね。でも物覚えはめちゃくちゃいいじゃないですか。それは人間は個性からですからええものを覚えてる人間の本性でしょ。悪いものを忘れる、いいことを覚えてるっていうのはこれはもう本性ですね。そういうのなんでね悪いこと引きずってるのがおかしいと思うんで、みんながパッとやめたらええんですよ。そんなもん私は自分の感情をコントロールできるけど、人にですねコントロールせえ言うてもその人が持ってる遺伝子があるから切れへんでしょ。切りなさいとも無理ですって言うのしょうがないですもん。他人に構ってられへんですよそれはね、そうでしょ。よう構ってる人ありますやん、もうよく聞きますよ。あの人にいろんな言うたくてんねん、質問言うこと聞かれへんねん、それがほっとけ言うんやけどね、構いたい人あるんやそれね。私はパッと忘れます。そうですやんか。それはまずご飯食べたやつ思い出すよりも美味しいもの思い出す方がええですよ。いつまでもこの食堂はまずいでさ、この食堂はまずいでいかなんとええんやから。チャンスあるね、引きずってる人。死ぬのもかもてられへん。そんなことね、そんなこと言うたら小谷さん、5代前の親の顔知ってますか？知りません。僕いつも人に言うね。知りません。子孫がどうの先祖がどうの言うて、3代前までようやく分かってんの。5代前の名前分からへんし、10代前なんかどこの馬の本で分からへんですよ。震えてもしょうがないっつうんです。そんなもん今ですよ、今ですよや、今です。だから今を上手にどういうふうに生きるかっていうのを考えているので、先祖のこととか子孫のことから考えることは全くない。私はそうやもん。そうでしょ。今日どうやって生きるか、明日どうやって生きるか、明日誰とご飯食べに行くか明後日誰と旅行に行くか考えてる。なんでそんなもん5年10年のこと考えますね。みんなアホかと思うわ。日々一日一日をどうやって大事に楽しく過ごすかっていうことですね。今日はどんだけ美味しいもの食べるか。なるほどね。一日一日を充実させていったら未来に続きますやん。今の日本に失われているものは何ですか？そうやね。大きな
気持ちで言えば大和魂やね、大和魂っていうのはやはり貧乏しようとでやはり他国を侮辱しないし他人も侮辱しないし他人を尊んで友人も多くて楽しく生きていくと。で食べるものも飽食せんと。ほんでやっぱり哀れな人というかやっぱり孤児の人に対してはやっぱり補助をしたりそういうような大和魂というかね、そういうものが欲しいと思いますね。だから一人一人が慈しみという気持ちがあれば。山岡圭一郎95歳。その長い歩みから導き出された生きるヒント、それは過去にも未来にもなく今この瞬間にありました。